はい、こんにちは。それでは、リーノちゃんのスケールフィギュアの方を作っていきます。前回はデフォルメフィギュアの方を作ったので、今回はそれを踏まえて、こっちの通常の頭身の方を作っていければと思っています。で、今回、素体をあらかじめ用意しているんですけど、基本的に G ブラシでの作業をデータ制作をするときは、あらかじめ素体っていうものを用意して、これをポーズ取らせて作っていきます。で、今回、このリーノちゃんのために、素体をちょっと特別にそれ用に用意してきました。と言っても、もともと T ポーズだったり A ポーズだったりしていた素体に腕だとか胸、あとは顔とか、ある程度フォーマットした状態で用意しています。で、今回使用するこの素体なんですけど、一応この本講座の特典でデータつける予定なので、皆さんもこれを活用して造形の練習とかしてもらえたらなと思います。で、これ今どういう状態なのかというと、普通手が A ポーズとかで下げていたりすると、今回のリーノちゃんのポーズだと、こっちの右手でトレイを持ってて、左手は腰に添えるというようなポーズになってるんですけど、ある程度やっぱちょっと脇が開くので、閉じた状態から開くってなると、なかなかちょっと大変な作業になるというか、ここら辺をがっつり再構築してあげないといけないので、あらかじめ私の方で持っている素体で、脇を開いている。ちょっと半分ぐらい開いているっていうような腕と肩周りをくっつけて、で、素体を作っています。で、こっちの右腕の方が、真ん中少し前に出ているぐらいの塩梅。で、左腕が真ん中より後ろに腕を下げて、ここの大胸筋が後ろに引っ張られているっていうような、腕を上げていても、前に出してるか後ろに下げているかの2パターンをここで用意しています。なので、今回リーノちゃんでやっていくのは、これを基本的に活かしながら作り込んでいくんですけど、この状態であれば、もし仮に、別の子を作るってなった時にも、例えば、マスクをかけてあげれば、少し腕を閉じるとか、こっから開くにしても、どっちにしても、いじりやすい腕の位置っていう感じにしてあります。で、今回腕は、腰に添えている、曲げているポーズと、トレイを持ってる方の手のポーズですね。ざっくりこんな感じで腕も素体を用意しているので、こちらを使っ
って作っていこうと思います。で、今回進めていくにあたって、まずこっからポーズをつけていくんですけど、このテクスチャーで元のイラストを選んであげて、で、呼び出す。で、基本的にこのイラストの頭身に合わせて、ポーズ付けをしてやっていこうと思っています。で、胸も結構大きいキャラなので、今回は別にこの素体のこのベースとなる胸とは別に、ちょっとリーノちゃん用の胸のサブツールをつけているので、これも合わせて使っていこうと思います。では、とりあえず、どんどんポーズをとっていきましょう。まずは、こんな感じで、体を動かしたいところを、マスクをかけて、で、ギズモで動かしていきます。ポーズ的には、胸が、この胸骨の中心が、ちょっと、前側。で、下半身、右足を曲げて前に出しているので、ちょっとここに腰のひねりが、反時計回りに曲がっているのかな、という感じなんで、とりあえずどんどんやってみます。で、自分で実際にこのイラストのポーズとか撮ってみて、どっちに重心がかかっているのか、どっちに傾いているのか、このポーズが実際にどういう姿勢で撮られたものなのかっていうのを自分でポーズ撮って知ったりするといいと思います。やっぱ自分でやってみるっていうのが一番こうわかりやすいので、やっぱ体を回したり動かしたりすると、こういう風に重心がガタってずれてしまったりするので、そういう時はここのフォーカルシフトを98から99あたりに設定して、ちょっと曲がってしまった分っていうのを補正しながら進めてあげると、綺麗に整いやすいです。